はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日も、配信をね、していこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。すくさん、こんちゃっす、今日もね、よろしくお願いします。今日の任務はですね、従順戦隊西へという、イヤーズ任務をやっていこうと思って組んでみました。かのやさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。サムネイルにね、ちょっと出てますけども、ポーラを基幹とした、艦隊でね、攻略をしていこうと思って編成を組んでみました。だいぶね、暖かくなってきましたけども、まだまだ、朝とね、夜は冷えますので、皆さんね、油断せずに、風邪などひかないでね、元気にやっていきましょう。イデアさん、こんばんはです。いえいえ、また来てくれて嬉しいです。今日も、最後までね、お付き合いいただけると嬉しいです。それでは早速、出演機メンバーの方の紹介からいきたいと思います。今はね、3月ということですから、やっぱり忙しいですよね。私もそれなりに忙しく日々、過ごしております。そんな中でこうね、来ていただけるのは本当にもう嬉しくてね、こうやって続けていけるのかなというふうに思っています。桜アイリスさんも皆さん、こんばんはということで、よろしくお願いします。本日はこの編成でいこうと思って組んでみました。従順3隻と、あと駆逐艦が2隻、必要になる任務なので、ポーラ、ザラ、そしてヒューストン、航空母艦でアキューラ、そして、軽巡洋艦の、アブリッツィと、ガリーバリティですね。スクさんから人事異動が、怖くないっていうことでね、3月、移動がね、あったりなかったりする、決定される時期でもあります。でもそこはね、もう割り切っていきましょう。駆逐艦からは、もうこの、ちょっと一人隠れちゃってるな。イタリア駆逐艦も4隻っていうことでね、4人揃ってます。マエストラーレ、グレカーレ、リベッチオに、シロッコもね、ようやく連度が上がってきたので、いけるなと思ってね、組んでみました。最初の、海域から、ざっと数えて4つの作戦をね、今日はやっていくことになりますので、そこの作戦内容の方を次から、説明をしていきたいと思います。本日の、作戦名ですね。従順戦隊、西へ、従順航空巡洋艦を含まずですね。ここが重要ですね。間違ってね、航空巡洋艦入れちゃうと、任務が達成できないのでね、注意しましょう。そして駆逐艦を1隻以上中核とした艦隊を編成。同艦隊を西方に展開。西方海域のジャム島沖、カレー洋海域、リランカ島、最近多いですね、このカレー洋とリランカ島はね。慣れたもんですよ、ここら辺に行くのは。そしてね、春日玉島、各1回 A 勝利でいいということでね、比較的ボスにたどり着ければ、勝てるかなと、そういう感じではあるんですけどもね、なかなか従順3隻組む艦隊っていうのは、編成バランス的にあまり良くないですね。
普段ですと従順は多くても1隻か2隻の艦隊、その他の補助艦を入れたり、あとは駆逐艦が2隻以上の艦隊であれば、大抵の海域は、羅針盤にも左右されるんですけど、最短ルートでね行けたりするんですけど、従順が多くなっちゃうともうこれだけでルートがねちょっとあっち行ったりこっち行ったりっていう風なおかしなことになりかねないので、ルートの方はだいぶ、調べて編成組んでるので、羅針盤には悩まされずにいけると思っております。きつねぶどうさんも、こんばんはです。早速、今日もね出撃の方していきたいと思います。あと今日の一応大まかな、スケジュールなんですけど、最初にこのジャム島沖とカレーヨ海域の攻略をして、ここが終わりましたら今日のねカンコレグッズの紹介をさせてもらおうかなと思ってます。そして後半で4の3、4の4の攻略がね終わりましたら、今日の、何の日コーナーをねやらせてもらって、終了とそんな感じでいこうかなと思ってますので、皆さん、最後までねお付き合いいただけると嬉しいです。また途中でねうまくいかない可能性もありますので、皆さんは、お茶でも、飲み物でもね、用意して、ラジオ代わりに聞いていただければいいのかなと思っておりますけども、私の方では宿泊しながらやっていこうかなと思っております。金谷さん、そうですね、メンテナンスの件、運営さんからツイッターありましたね。30日ということで、巡洋艦の会員も来ると、何の会員なのかはね、おそらくね、あの子だとは思うんですけど、皆さん用意してますね。私も用意はしています。なのでね、あと2週間ひしもちを集め続ければ、会にもすぐにね実行できると思うんで、私も頑張ってねひしもちは食べております。はい。今ちょうどひしもちがね8つになってます。なのでカタパルトとかもらえる任務ありましたね。軽空母ですか、あれを正規空母に改装するという任務、あれが実行できればどうしようかなとは思ってるんですけどね。カタパルト今3つあるので、ネ式エンジンは1つ改装終わったんであと1個しかないんですけど、しばらく使う機会もなさそうなので、今回はカタパルトにしようかなと思ってます。イディアさんはレベル99で準備万端と、イディアさん万全ですね。金谷さん、モガミンだと思いますが、ヤハギも一緒に来たりしてということでね、ここがね難しいとこですけどね、もし2人来ちゃったら、来たらで、サプライズになっちゃいますしね。そんな、楽しみも含めながら、いざ西方への出撃をしていきたいんですけど、まずは任務のチェックしていかないとね。任務。はい。10順船体西へ、ちゃんとチェックして、はい、OK ですね。はい、ポーラ準備万端ですね。スクさん、そもそもが強すぎて笑っちゃうんすよねということでね、どういうね仕様で来るのか、そこが非常に楽しみでたまりません。さあ、では最初の
ジャム島沖ですね。編成は、このようになっております。旗艦のポーラにはね、主砲と、あとは、イタリア、従順、使い勝手がいいっていう、理由の一つとして、水上戦闘機ね、搭載できる制空権が確保できるというところ、これがあるので、なんとか戦えるところがある。普段は、航空巡洋艦にしたりしてね、制空権を確保したりするんですけど、従順でこれができるのはイタリア従順のね、本当魅力かなと思います。さらに至っては、海2ということもあって、さらに戦闘力がね、高いです。昼戦でね、108もね、火力出るんですからね。そして、アメリカ従順のね、ヒューストン。この子も実際火力は高いですよね。金谷さんもね、もうね、野代くん、君はもう従順でしょっていうことでね、もう強すぎますよね。空母級さんも皆さんこんばんはということでね、今日も最後までよろしくお願いします。なかなか、野代普段ちょっと使ってるんですけど、今までですと中波するような雰囲気受けてもね、小波で止まったりしてて、いやいや、ここは耐えるところなのかなってちょっと、焦っちゃいますけども、いや正直ね、ここまで戦闘力が上がるのであれば、もう一隻欲しいなと思っちゃうくらいなんですけど、でも、あとは矢作がね、準備してるでしょうから、ここは能代に一隻ということでね、やっていこうかなと思います。そしてね、イタリア空母のアキューラ、イタリアの正規空母なんだけどね、搭載数がちょっと寂しい66っていうことで、でも、このね、RE2001 シリーズが揃うと、かなりのね、火力が出るので、今後ご期待ということですね。そして、駆逐艦はマエストラーレと、リベッチオの、最初からいるって言えばちょっとあれですけど、他の駆逐艦に比べると早い段階で、対戦値がね、100まで到達できるということで、もし、イタリアの、駆逐艦校がね、いらっしゃる方は、積極的に育成していただけると、いろんな場面で活躍できるので便利です。以上6名で一席していきたいと思います。飲み会もね、行けますよっていうことですけどね。なかなか飲み会もね、最近は行けないですからね。ザラ級3番艦ポーラ出撃します。皆さんご一緒に参りましょう。さあ、おおもうポーラのこの、気が抜けたというわけではないんですけどもね。ですね。アキューラは、もしね、正規空母じゃなければね、高速軽空母として活躍は間違いないんですけど、そこは、海外艦ということでね、多めに見てあげるしかないのかなと。なかなか、日米の航空母艦っていうのは、艦隊決戦というかね、搭載数が非常に、優れているという点もあるんですけども、それ以上にね、船そのものが、大きいということが挙げられます。大きなね、太平洋という戦域を舞台にして戦いましたから、あれだけ大きい船が必要だったなと思うんですけど、対する、欧州はね、そこまで、広い海域を戦うというよりは、陸上をね、支援する、そういうところの意味するところはやっぱり、爆撃、とりわけ爆弾とかね、
資材とか、そういった輸送関係をね、支援していっているものですからね。搭載数もそれほど多くはなくていいと、そんな考えだったと思われますし、何よりね、潜水艦がね、大暴れしていましたから、対戦哨戒、そのための数もね、重要だったと思います。そうですね、おそらく、フランスの、ベアルンもね、一時期実装されるかなんていう噂もありましたけどもね、あまりこう艦隊を攻撃するというよりは、地上支援ですね。あとは、やはりこう一番心配するところが制空権ですね。空を取られてしまえば、必然的にね、海も取られてしまうと。そうなると一方的にね、このゲームとは違うんでしょうけども、一方的に殴られる恐怖、そういったものを考えられると、どこでもね、基地を設けられる空母っていうのは非常に強力なね、艦種ですから、イタリアカンムスの活躍見ていきましょうか。ヒューストンが中破してしまったが、まだ中破、大丈夫大丈夫。よし、マエストラーレ、よし、ここもさすがですね。中破しても相手のね、戦艦を落としていくヒューストン、やはり火力は全てを解決するここは道中ですからね、野戦は言いません。追撃せずにこのまま、進撃していきましょう。あら提督、アペルの活躍が一番ですか？グラーチェです。よし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 ですね。そうですよね。あと今日が20日ですから、正確に言うとあと10日ですね。今週と来週と、でも考え方によっては3週あるから、まだまだひしもち集められるね。最後まで集めちゃうよということですね。美大落ちおっさん、そうだなとこれはどう返したらいいのかちょっと困っちゃいますけど、まずはありがとうございますと言わせてもらいます。さあ、ボスセとあります。ここは、ここもね、全てが A 勝利でいいということなんですけど、これだったら A 勝利取れるでしょう。よし、相手は軽空母1隻ではね、私たちの艦隊では制空権をね、渡すことはないですね。さあ、この水色の航空隊の力をね、3桁のダメージを出していく。アキュラ来撃来たけど耐えましたね。やりますね。
まあ A 勝利は確定してないんですけど、これで確定させましょう。よし、これで A 勝利は確定。最後を取って S 勝利と、まあ、ちょっとダメージは受けちゃいましたけど、無事にクリアということでね。そうですね、29日1日でね、やろうとするのはね、まあこれは運営さんからの挑戦状なのかもしれないですけど、まあやれる人はやってみたらいいんじゃないみたいな、くらいに思っていた方がいいと思います。最後までね、やってしまうと、まあ、特に6の4のね、離島世紀が立ちはだかりますので、まあ、そこにね、あまりこうストレス溜めてしまうよりであれば、まあ、最初と、まあ、次のね、2つの作戦だけでもね、攻略できれば、しもちもそれなりに集まりますので、いいのかなと思います。それであれば、まあ3つ用意できるんですね。まあ、最後までやれれば確かにね、また4つ、それに解剖感も取ることが、まあ、取ることがというかね、増やすことができるわけなんですけども、まあ、こうやってこう解剖感をゲットできるっていうのはなかなかない機会なので、まあ、できるだけ、まあ、挑戦できるうちにしておいた方がいいのかなとは思っています。まあ、前にも一回お話ししましたけども耐久力のね、回収、まあ、それも配信でねやっていこうかなと思ってますけども、なかなか、数がね揃わないとできないので、まあ、頑張って集めたいなと思っています。これでジャムと置きはクリアとなりました。続いてカレー用回帰に行くんですけども、ここの回帰には、航空母艦を外して、軽巡洋艦を入れます。そうです。この子。これだけだとね、ちょっとすごい読み方がちょっとあれだっていうこともあるんですけど、アブリッツィですね。この子もね、登場した時には4スロットの軽巡洋艦でね、まあ、ヒル戦が非常に強めに設定されている子で、まあ、運の値も高いですから、本来ですとね、もっとバンバン使っていきたいところなんですけど、今98、まあ十分高いといえば高いんですがね。でも今日はこの艦隊で活躍をしてもらおうと思っております。はい。あとのメンバーはまあ一緒ですね。それでは、第2回帰のカレー用回帰に行ってみたいと思います。ザラ姉様、もう心配しないで。大丈夫。ほら、ちゃんと機関を務めます。抜病。このポーラの、機関を務めますというセリフ、まあ、これは本当の、意味での艦隊に機関を務めた経験が、まあ、ポーラはあります。実際3番艦になってますけども、まあ、1番艦、2番艦から、まあ、発見されたね、ちょっと不具合を回収して、また艦隊に機関を務めるべく、改装、まあ、建造された、まあ、そんな経緯がありますので、おそらく他のね、同じ、まあ、ザラ型の軽巡洋艦に比べると、まあ、通信設備とかね、まあ、会議したりね、やっぱりこう人がたくさん集まったりできる施設がねあるまあそういう設定ですから、もしこの子に会議が実装された時には、
そこら辺を反映させてね、なんかこう大型艦じゃないと積めないような装備をね積んできたりすると面白いのかななんて思ったりもしています。あとは、ポーラの、モットーはですね、どんなことでも、あえてやる、どんなことでもやり遂げるっていうことでね、非常に前向きなモットーをね持っている、艦隊、艦なんですね。それが3番砲塔にね刻まれて、文字としてね刻まれていたんですね。ですから、この子がね改装した時は3番砲塔をね、そのままでと言うんですけど、それはこの子の、そういったモットーがね刻まれたこの砲塔は、他にね買い難い、そういうことがあるのでそのままになっています。そうですね、解剖艦星祭ね6-4に陸上型隊を落とされまくってもう行かないというね強い意志を感じます。そこは、道中をねどうやって突破するか、突破した後も、基地航空隊の攻撃と艦隊のね陸上隊の攻撃が噛み合わないとダメージがね通す前にこちらの攻撃、アタッカーがね大破させられてしまうというね、そこがちょっと難しいとこですね。もし、準備ができましたらその離島世紀の戦いをねこのひしもちに夢中に1回は流していきたいなとは考えてはいます。準備ができたらねいけるかな。ヒューストンここで大破してしまったね、残念。アブリッツィは相手欠点を言えるならヒットポイントのねあくまで確率ですけどもダメージをね受けてしまうと確率的に大破になる確率が上がっちゃってるというところが、弱点といえばね弱点になっちゃうんで、皆さんありがとうございます。この栄誉私謹んでお受けします。はい、アフリッツィがね MVP 取ってくれたんですけど残念、ヒューストンが大破しましたので帰りましょう。帰ればまた来られるということでね。ちょうどね時報になりましたね。8時になったら多分期待通りのセリフをね話してくれましたけど、この子がなんでこうねのんべえの設定になってるかということに関しては、調べればね出てくるんですけど、この子の名前の由来する町がね、ワインのね製造元ということが挙げられましたね。それにしても、ここまで飲む子に出てくるとはちょっと予想してなかったというかね、本人は全然気にしてないようなんですけども、飲むとねこう脱ぎ始めたりするそういう設定もあったりして、お姉ちゃんのザラ姉さんがねいつも気にかけて、ザラはポーラは大丈夫か大丈夫かとそんなことをよく、コメントをしていますね。ただねこの子もそこまで全くこう無関心というか、お酒に関しては自覚をしているところもあるみたいで、
ザラ姉さんが来れば、意識をね、はっきりさせて、飲んでないと、まあそういう慌てて、でもね、まあ、そういったところがあるのが可愛いのかなと、まあそんな感じの、する子だと思います。まあ季節のね、限定グラフィックも、少しバージョンも、あれもなかなかおしゃれでしたし、まあ、今日は、まあ、艦隊の機関を務めてもらってますので、最後までね、頑張ってもらいましょう。しかし、本当に一撃で持ってかれましたね。びっくりしたな、これは。はい。それでは、続けて、ね、もう一度、カレー用にね、まだ補給してなかった。ちゃんと補給をして、まあね、駆逐艦の数がもうちょっとね、配備できればね、ルートを、上寄りに出せるんですけど、最短ルートになるためには、軽順を入れてあげないとね、いけないので、ここはあえて、下ルートね、道中参戦、なんとか今度も乗り越えていってらっしゃい。みんな頑張ってきてね。すいません、私何も言ってなかったんですけども、早くも高評価ね、押していただいてありがとうございます。改めてね、タモン丸のカンコレタモン丸です。何を落としたんだっけそうだ、高評価ね、していただいてありがとうございます。やっぱりね、何かしらの、数字的にもね、残していければ、次回以降もね、こんな感じでやっていけばいいのかなというふうに、イメージしやすいので、ぜひ、押していってあげてください。よろしくお願いします。さて、2戦目どうかな。さっきはね、手痛い一撃もらっちゃったけど、今度は正規空母からの攻撃来ちゃったか。やっぱり対空カットインいるな、これな。これでダメだったらちょっと装備をね変えます。ここはね、思ったよりも敵艦隊が頑張ってる。そう、演技もね担いでいかないとね。ここでリベッチョもね、ノンベイカも結構いますよね。そうですね、順位のナチ千歳、本当にね、そういう仲間を呼んでくるというところもね、非常に想像を膨らませやすいのかなっていうふうに思います。あとはね、確か某潜水艦もカンムスもね、妙な飲みっぷりを示している子が一人いましたね。その子もいずれ活躍がね、今も絶賛活躍中なんですけどもね、
弾もね、活躍してるよ。うん。さあ、ちょっとダメージがかなり出ちゃいましたけども、おそらくね、このマエストラーレとリベッジを今、中破してますけど、艦隊のね、主力である、従順、軽順の盾になったということだと私は勝手に想像しております。なので、主力艦がまだ無傷なので、全くこう問題なしということで進めていきたいと思っています。そう、中破になってからはそう簡単にはね当たらないぞと。低軽人の場合ですとね、命中率はさほどではないんでしょうけど、攻撃力が落ちます。ただ、雷撃力がね、そのままなんで、ちょっと開始の雷撃が怖いなと思ったんですが、なんとか、タラがね、ブロックしてくれました。よーし、これでボスルートに乗ってると思われるので、勝てるよ、この勝負。私の選考が認められてありがとうございます。光栄です。お受けします。ですね、ヒューストン。みゆきだよ。よろしくな。あ、みゆき出ちゃった。みゆき出ちゃったな。ここでね、ちょっとね、みゆきの話をしておこうかなとも思うんですけど、昨日ちょうど新しいねサントラが、実装というか販売になるということで、ツイッターで流れてきてましたけども、みゆきがね、それで今日もツイッターで流れた、カレー期間流れてたのか知らなかったな。ちょうどこれですね。みゆきの、パッケージされた、サウンドトラックの、雪ですね、バージョン6の雪の生産に入りましたということでね、なかなか戦闘というよりはやっぱりこう対戦紹介とかね、そういったところを、イメージしてる、水中探新機でしょうかね。そういったものを装備している感じなんでしょうかね。どのタイミングで出るかちょっとわからなかったんですけど、もしみゆきが出たらこのお話をしてみようかなと思っていました。桜アイリスさん、予約しないとということでね、私は予約しております。もうね、昨日早速、注文入れさせていただきました。なので、もしね、この3分のトラックがまた発売日がね、その日に届くことはないと思うんですけど、届きましたら、そのタイミングで流したいなと思います。と言ってる間に戦闘になっちゃった。はい。では、ボス戦に行きたいと思います。あと、一生涯ソロプレイヤーさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。今日もね、私の艦隊の子たちが頑張っているところをね、見せられて嬉しいな。ここでマエストラレ
ついに大破しちゃったけど、もう勝敗はね、勝敗は、勝利はもう、では予選まで行きましょう。そのはずです。はい。ちょっと脱線をしたところもあったりしてあれなんですけど、無事に、勝利取れましたね。ポーラですか？ポーラが一番なんですか？勝利のビシュ飲んでもいいですか？MVP ですから、勝利のビシュ飲んでもいいよね。はい。では乾杯ということで、もう多分ワインが1本開けられたんじゃないかなと、そういった想像をしております。あなたが提督？いいけど。石形戦そうですね。皆ささん、改めて、一応覚えておいて。こんばんはです。たもんまるです。今日もね、よろしくお願いします。そしてヒューガー師匠も、なんと言ったらいいのか。オペラが終わったって。違う。作戦完了ですって。という感じで、最初の、海域2つね、攻略できましたね。予定通りといえば予定通りなんですけども、だいぶやられちゃったな。またお尻なの？いったた。お尻痛いし、シャワー浴びよっと。みんなこうね、魚雷ね、当たっちゃってるから、やっぱり苦手なんですよね。大丈夫。ほら、もうお風呂の時、私、先にシャワーを。いや、お風呂の時ね、飲んだりするのは危ないので、皆さんやめましょうね。シャワー浴びるね。すぐよ。すぐ済ますから。それではね、今日の、ちょうど真ん中になったので、カンコレグッズの紹介をしたいと思います。ちょっと用意しますので、少々お待ちください。はい、それではね、今日の、カンコレグッズの、紹介なんですけども、今日はこちらですね。大丈夫かな。順番がちょっと適当な順番になってて申し訳ないんですけど、こちらは、カンコレスタイル4ですね。これは、攻略本ということでいいのかな。ちょうどイタリアカンムスのね、ポーラとザラがね、あとは、リベッチョの3人描かれてる。そこを見て、今日はこれだなと思って選びました。中の方には、最初のページが、季節が、冬から春へカンコレスタイル始まりますということでね、結構これ、シリーズ系、そうですね。OK、またやってほしいんですけど、これ止まっちゃってるんですよね。第2期になってしまったということもあって、ここで止まっちゃったんだろうと思うんですけど、ページ数的にもなかなかボリュームもあるので、こればっかり話しちゃうと、それでもう今日の番組終わっちゃうので、その中から何ページかちょっと抜粋しております。ちょっと、スライドの方がちょっと自動にしちゃってるので、話と
画面が合わさらないと思うところがあるかと思うんですけども、そこはご容赦ください。はい、これもちょっと前なんですけど、2016年の12月から2017年の3月までのね、アップデートの内容とかをね、載ってるんですけど、その時の期間限定回帰の回帰でありますね。偵察戦力緊急展開、光作戦、この時に双子のね、深海双子の世紀というちょっと今までにない、深海世界がね、出てきまして、いやー、この戦いもね、大変なもので、私も久しぶりにこの、情報を見てね、思い出したんですけど、ボス戦がね、大変なことになってましたね。すいません。私、カンコレスタイルのことだと思って、オケというのは、オーケストラのことでしたが、申し訳ないです。はい。オーケストラもね、やっておりましたが、なかなか、もしかしてこの中に行かれた方がいらっしゃれば、すごいですね。その時の感想なども、もしいただけると嬉しいです。はい。私はちょっと地方民なので、そこまで行くことはできなかったんですけど、またね、こういう機会があるといいのかなとも思いますけどね。そして、深海生還のお話でしたけども、特にボスの対空が苛烈だったものですから、道中は比較的、楽ではないんですけど、クリアっていうかね、いけたんですけど、大抵基地航空隊がもう壊滅状態になってしまうというね、いやー、とんでもない戦いをね、させてたなということを改めて思い出されます。で、この時に噴式戦闘機の、噴式強襲が実装になって、昇格型の昇格と追格がね、カタパルト搭載の装甲空母に生まれ変わったと。そういったアップデート、また補強増設を、運用するスロットの方にね、搭載できるようになったということ。対空カットインなど、野戦の両立ですね。そういったことができる、霞の海にオツだったり、絹の海にだったりね。強化の部分だけが目立つところもありますけども、それに伴ってね、戦闘も苛烈になっていきました。この時に実装された、作戦も左右のね、輸送分解済みのものを載せていったりとかね、したりして、戦闘でね、うまく攻略できればよかったんですけど、攻略できないと左右がっていうことでね、非常に準備をしていかないと攻略が難しい、そういうイベントだったです。はい。なんとかね、攻略された方も多くいるとは思うんですけどもね、装甲破砕もありましたし、ギミックもね、多々用意されたりもして、もしね、今となっては、当たり前のように使っている装備もこの時はね、まだまだ、手探り状態ということでね、そうですね、結構、古本集めましたっていうことですね。結構ね、これももう、かれこれ4年も前の雑誌になるんですよね。いやー、懐かしいな。そして、この時に先ほどちょっと、のんべえのカンムスの潜水カンムスがいるっていうお話したんですけど、双子の潜水カンムスである E13 とね、E14、瞳とイオ、この2人が、交流して、そして、この時に左右の東カロリン空っ
ですね、報酬で取ることができました。非常に優秀な、感情偵察機でね、今でもバンバン使っております。イベントの方は、そんな感じでやっていました。あと、ちょっと先に出ちゃいましたけど、オーケストラね、これも、イベントの一環としてね、バンバンやってたわけじゃないんですけどもね、いろいろと、リアルイベントということで、楽しめる企画がね、用意されてたんですけどもね、こんなオーケストラとかもあったのか、もっと早くカンクルを知っていればというね、いやでもこれからだってきっと、実際にはね、会場に足を運べなくてもイベントをねやってくれると信じております。またね、カラオケでね、鏡崎、そしてカンムスノードといった、こういうイベントをねまたやってくれる、歌もね出してくれるだろうと思っております。新砂猫さん、こんばんはということでね、今日もね、見に来ていただいてありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。ざっと今日の、カンコレグッズね紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。次回以降もね、できる限り話題性のあるグッズを出していこうかなと思っておりますが、あまりこう期待されるとそれまでハードルが上がっちゃうので、このくらいにしておきたいと思います。それではね、また攻略の方に戻りたいと思いますので、少々お待ちください。はい、それでは続けて、4の3のリランカ島に行くんですけども、ここの海域に来るということは、あの子がいるので、ちゃんとね、対地上型の装備をしていかないと倒せないので、となればこの従順に装備するのは3式弾、これでいいわね、気に入ったわ。やっつけますというとちょっと言い方があれなんですけど、火力ですね、破壊力が出ます。あとそうだな、ザラにはそのままにして、ポーラの方には戦闘機を下ろして、こちらに3式弾を搭載させましょう。制空は多分大丈夫だと思うんですけどね。少しでも高めておきたいので、ザラにはそのままにしていきます。あとね、道中潜水艦も出てくるんだけど、あんまりこう対戦もね対地もねなんてやってしまうとどっちつかずになっちゃうんで、とりあえずロケットランチャーは装備している感じにして、潜水艦はね、この海域はそんなに強くないので、とりあえずはこれで、行ってみましょう。では後半戦スタートしていきたいと思います。イランカ島空襲行ってみましょう。出撃します。皆さんご一緒に参りましょう。おお、多分ね一直線に行ってくれると思うんですけど、最初から潜水艦だなさあ単王陣で、臨んでいきます。あとはそうですね、今日
まあ今日っていうか編成、まあ最終的には、まあイタリアカンムスでこう、回れることをね、前提として組んでいるのでね、あんまり気にしてなかったんですけど、まあ当初は、イギリスカンムスもね、入れていこうかなと思ってたんですね。でもそれをやっちゃうと、マエストラレ型のみんなが活躍できないということに気づいて、よし、やめようと。ここは、もうイタリアカンムスで組んでいった方が面白いだろうなと思って組んでみました。ただね、従順だけはね、3人いないので、迷ったんですけど、まあ、やっぱりヒューストンに選ばせてもらいました。普段のなかなかこの子もね、出撃の出番がなかったので、これはちょうどいいのではなかろうかと、勝手に思ってね、出撃させていましたけど、いよいよ後半戦。ここからはね、大丈夫かな。まずは航空戦は互角と。あとは攻撃戦で有利に立ちたい。みんな戦闘意識旺盛ですね。そうか、これも説明の中にはねちょっと入ってなかったな。そう、アキーラの飛行甲板にはねカタパルトが装備されてるんですよね。これによって船体そのものはね、最初軽空母だったらというふうな仕様があるんですけど、船体そのものは、正直言ってあまり大きくない子なんですよね。でもそこを収納上手にしてなんとかんとか、詰め込んで、その狭い交番をさらに効率的に使うための、射出機が必要だったということでね、カタパルトですね。怖いか？ふふふ、怖いかですね。天竜、怖いぞ。そういう装備もね、搭載しているんですけども、あまり注目されないところがね、そこをピックアップしていかないといけないかなと、私勝手に想像してるわけなんですけども。さあ、いよいよ最後です。ここを乗り越えればいいんだけど、ここが多分一番きついと思う。9回暴れるなよ。そうですね。ヒューストン、某イタリア提督の艦隊を見ているぐらいっていうことでね、イタリアのカンムスは優秀ということですね。実際のところね、通常の海域ですと、従順3隻出すっていうことは最初にもちょっとお話ししましたけど、ほぼないことなので、今日みたいなね艦隊じゃないとこういう艦隊を組めないということがあるので、勝利のビシュ飲んでもいいですかっていうことでね、また飲んじゃうのかな。まだ終わってないよ。イタリア艦隊無事にボスにまで到達しましたね。さあ
ロケットランチャーと三式弾をぶち込んでやりましょう。さあ、単獣陣で戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。敵ですか？どこ？あ、本当だ。大変。砲撃戦準備です。敵艦発見。当選用意。ほら、いい？見てほしい。ザラ級の戦い始めます。まずは航空戦で、ここで倒れてしまったけど、ここまで艦隊守ってきてくれてありがとう。あとは本体の火力を持って戦いを終わらせましょう。どうだ、大破しててもこのロケットランチャーの威力はね、固定ダメージが出ますからね。もちろんこれはで砲撃で終わっちゃいましたね。まあね、このね、港湾世紀もこの状態ならさほど怖くはないんですけどもね。でもこの子今本気出してないので、本気出した海域に行くとこうはいかないんですけどまあとどめ刺しちゃったからね、ポーラ、飲んでもいいよ、ありがとう。私は慶順北上。まあよろしく。ということでね、北上さんよろしく。結構こういう後半回帰に来るとスーパー北上様のね出番なんですけども、今日はねちょっと趣向を変えていますので、また次の機会でもよろしくね。オペラが終わったって。あ、違う。作戦完了ですって。ということでね、イランカ島の攻略が完了となりました。一応任務のチェックの方ですね、確認をしたいと思います。従順戦隊西へ、の 80% になっておりますね。さてついに最後ですね、春日玉島の方に行きたいと思います。金谷さん、次の先には狐ぶどうさん、イベで港湾は出なくなりましたね。メガネはよく言いますか、集積地ですね。あの子はよくいつも燃えているかということでね、ダメージコンテストの的になっちゃってるんですけど、でもね、あの子もバージョン変わったりとかね、最終になってくるとなかなか当たらなくなってきたりして大変強敵になってしまう時もあるので、あまり侮ることはできませんね。そしてね、次のイベントでは、地上型の敵を想定して準備をしているということでね、今回のひしもじ任務でも分かる通り、迫撃砲とかもね、普段ゲットできないアイテム配ってますので、十中八九来るだろうと思われますので、なかなかね、ロケットランチャーも配ってくれれば良かったんじゃないかなと思うんですけど、今回はちょっと出てきてないのでね。とは言ってもね、ロケランもそこまで万能な武器ではないですから、迫撃砲の方がね、数を揃える、重複させることで、真の威力をね発揮することができる装備なので、もしねまだ数的にちょっと不足してるなというところを感じるようでしたら、この機会にね一つでも多くゲットされるといいと思います。あとは
前回もちょっとね、お話ししたんですけども、こちらの画面の方が出るかな。はい。こちらのね、TO217E5、その、実用対艦ロケット誘導弾をね、装備したこの子。今、回収をね、進めています。はい。陸上型の予想3式弾もね、やっぱり用意していった方がね、絶対いいと思いますのでね。今、装備としては、そうですね、確かに、後発のね、方ですと、対地上装備の準備がね、大変だと思いますので、今回の七文字任務でね、少しでも多くゲットできることができれば、少しは助けになるんじゃないかなと思いますね。そうですね。やっぱ対地装備をね、準備しておいた方がやっぱりいいと思います。はい。こちらの今ね、持っているこの DO17Z2 を、今回収していますけども、ちょっと見切れちゃってますね。装備の方が今星8までね来てます。はい。ただいま DO17 もらいに48時間遠征に行ってますっていうことでね、その任務でこの子をね一つゲットして、もう一つは前回イベントの報酬でもらったものを回収していきますけども、それを回収するのにこの、96式のね陸行が必要になってくるのと、最終的に回収しようと思ったらこの一式陸行をね3つ用意、捧げないと、いけないということなので、当初はこのね重爆の飛竜の方を回収してまして、熟練にしようかと思っていきましたらね、アップデートでね、こちらの情報が入っちゃったので、急遽方向転換をした次第ということです。はい。ネジもだいぶかかります。今回の七持ち任務で、ネジをちょっとだいぶねもらうことができるので、それも合わせて、足りなければ勲章を割ってでも作るつもりではいます。結構ね食べられちゃうんですけど、でもちょっとこれの代わりになる装備がちょっと今のところ存在していないので、当方としては用意していきたいなと思って頑張って準備中です。はい。そうですよね。あれは本当に持ってくる子がね、ローちゃんというかね、U511 がドロップできれば、階層とともにね持ってきてくれるんですけども、それ以外の任務でも配ってはくれてはいるんですけど、それほど多くはね配ってくれてないので、そうですね。なるほど。一式や96が必要なので、まずは6号戦隊のマックスを作って今は肥料を叩いてます。HS はイベで急遽かなということでね、まだまだイベントの情報は一切出ていない状態なので分かりませんけども、少しだけでもね準備を進めておければいいのかなという、それしかちょっと今ね言えないんですけどもね、ちょっと話がそれてしまいましたけど、さあ
では最後、春日玉島に出撃をします。装備の方をね、ちょっと変えていきます。先ほどちょっと対地仕様にしたので、また体感仕様に、戻します。まあ、ヒューストン先ほど数合わせて入れたわけでは決してなくてですね、その間の性能も見ての起用になっています。この、レーダーもね、ちゃんと装備すると、若干ですけどもね、補正、若干でもないな、かなり補正が入りますので、優先的に装備させます。そして今回、最後になりました、ガリバリディ、ようやく出番が来ましたので、ご紹介ということですけど、姉のアブレッジと同様でね、体感、そして、運の値も高いということで、もう同じ耐久59ということで、これだけがネックなのかなというふうに先ほどね、コメントもいただきましたけども、この子も、なぜかこの子の方がね、私の艦隊ではレベルが上がっちゃって、特に意識したわけじゃないんですけど、こちらはもう、結婚かっこ針になってたりもします。はい。いいな、ありがたい。そうですね。状況次第でネジ課金をしてでも必要だったらイベ中に作ろうと思います。ということでね、ここら辺はいろいろね、陳事事情によって変わってくると思われますので、私の方では今月中に用意をしていきたいと思って用意をしていますので、次回の配信あたりで用意ができたら回収のところをお見せしたいなと思います。そしてね、あと春日玉海域に関してはボス戦で、潜水艦がね出てきちゃったりするので、一応ね出ないパターンもあるんですけど、ソナーを装備させます。どれがいいかな。これだとちょっと足りないんだよな。足りないからこちらを装備して100上げで、白っ子はまだ連動的に、1スロットだけでは足りないから、でも1人じゃ不安か。よし。こちらは2スロットに入れて、強化を図ります。近代兵装、対戦単魚雷、試作初期型を装備させます。これで、ありがとうということでね、白っ子もなんだかんだでね、84まで来てますからね、活躍をしてもらいます。さあ、それでは最後ね、春日玉攻略をしていきましょう。さあ、みんな頑張ってきてね。3番ガンポーラ出撃します。皆さんご一緒に参りましょう。ようやく最後の海域まで、こぎつけましたね。ここはね、最初のここが鬼門ですね。よくね、ここで大破したりするケースが多いんで、ここだけ抜けられればボスまでもいけるでしょう。そうですね、一番最初の方でお話がありましたよね。30日にアップデートがあるので、勲章イコール設計図ですからね。そこを見てからの判断、確かにいいと思います。やっぱりね、何が起きるかわからないのがこの艦隊コレクションというゲームですから。やばい、開始村に敵が来ちゃうよ。危ない。ちょうど多分ガリバルディがブロックしてくれたんでしょうね。助かりました。
なんとかね、カスダメで済んだようなところがありますけど、ここは、ポーラじゃなくてザラ姉さんが MVP ですね。よしよし。ここさえ抜けられればね、なんて言ってると、まだまだ怖い敵が待ってるよ。ここは対戦ですね。タン王陣で戦闘開始です。敵ですか？どこどこ？あ、本当だ。大変。砲撃戦準備です。いやー、潜水艦だから攻撃戦じゃないんだよななんてね。対戦用意。ね。やっぱりね、潜水艦は怖いですよね。まあね、本来ですと、基地航空隊ないしはね、護衛空母をつけて、護衛空母をつけてなんてね、言ってるところで非常にあれなんですけど、当艦隊には空母を用意してなかったとね。ありがとう。頑張ったんだ、私。そっか、そうだな、リットリを入れてもよかったなこれだったら。まあ今となっては、でもどうしても、攻略が難しいようでしたら、まあリットリを改め、イタリアないしね、ローマがまだ控えているので、そこは安心をして、そうだったな。すっかり抜けてたな。でもまあ仕方ないな。今回は従順洋艦3隻いないといけないから、軽順を入れないとね、多分ルート乗らないんですよね。なんで今回はね、この艦隊で、おそらくね、先ほど某、イタリア提督の艦隊ですとね、リットリオ、イタリア、ローマですね、ここら辺は完全に主力となるでしょうから、多分艦隊の連動も、カンストしちゃってるんじゃないかななんて想像しちゃいますね。私の艦隊の場合はもう、よく言えば、みんなね均等に上げてるんですけど、悪く言うとちょっと中途半端なところがねやっぱりあったりするので、こういう強敵を一点突破するような戦い、特に最終回帰のボスを倒すなんていう時にはやっぱり力不足をねいつも感じちゃうところではあるんですけど、でもねやっぱりみんなをね乾燥させるのは大変な労力と、労力を要しますので、すいません、私そこまで根性もなくてこんな感じの艦隊なんですけど、それでもねそれなりに攻略してきてますのでね、こうやって配信を始めたのも、今から、早いというか古いところを見れば半年くらい前からなんですけども、実際に、こうやって定期的に始めたのは、3ヶ月くらいかな、あるのかな。ですから前回イベントはなんとかかんとかね、手探り状態で、配信しながら、攻略しながらということでね、宿泊してからやったりしてましたけど、次回もおそらくそんな感じになろうかと思いますので、多分ね攻略はねすごい、手間取ると思うんですね。なのでできればこうやって見てくださって皆さんからね、
こういう風にしたらいいということでね、ご助言いただけると助かりますっていうか、おそらくね、それでクリアできるかできないかにかかってくるんじゃないかと個人的には思っています。前回やっぱりね、一人で考えるのも限界がありましたし、こちらとあちらと両方やってるとどうしてもね、抜けたりするところもあったりして、なので、今からね、ちょっとこういう話するのあれなんですけども、いろいろね、情報も出たりもしてこようとは思うんですが、艦隊の状態によっては、来た金のね、よろしくね。不足している部分が出てこようと思われますので、そこら辺を指摘していただければ、クリアできるかもしれないのでね、そういったところを、次回は頑張っていきたいし、皆さんと攻略をね楽しんでいきたいと思っていますので、よろしくお願いします。ということを言っている間に、攻略できましたね。みんなお疲れ様。今日はね、イタリアカンムスのみんなとヒューストンと、一緒に攻略をしてくれました。みんなお疲れ様。そしてありがとうございます。そしてね、今日も、ここまで見てくださった皆さん、ありがとうございます。無事に任務の方ね、達成することができました。では、こちらの任務を受領しましたので、報酬をいただいていきます。はい。こちらの報酬ですが、バルジュもね、あるんだけどね。これ回収するところまだバルジュが必要になるんで、確かに必要なんですけど、どうしたのか。新型後半並走資材も確かに必要なんですけど、数あるし、ここはわかんないけど、バルジュ使うかもしれないんで、取っときます。バルジュをゲットします。そして、装備のね、今は2号砲塔が作れるようになりましたので、今ちょっとね、不足気味の回収資材、いつも不足してるんですけど、いただいていきたいと思います。任務オツありがとうございます。無事にね、こちらの報酬ね、いただきました。弾薬800、鋼材800、そして回収資材4ゲット、そして、増設バルジということでね、これ決してネタとかでいうことで取ったんじゃなくてですね、回収一応できるんでっていうか、すると、バルジがないと、できないということなんですよね。意外と、これ資材を食べちゃう装備で、それでいてね、あまり効果をあまり体感できないというちょっと寂しい部分があったりするんですけど、こちらね、ちょっと見えるかな。ちょっと見切れちゃってるな。このバルジュはね、最初からバルジュが必要になっちゃうんですよね。なので、非常に回収する時間というか、手間はかかるんですけどね。でも回収したからといってあまり、という困った装備でもあるんですが、わからないです。アップデートが入って、いきなり強装備に変身するかもしれないんで、そういう言い訳をしつつ、装備を取ってしまいました。そうですね。なかなか回収までは今すぐどうのこうのではないんですけど、いずれね、先ほどのDO17 ではないんですけど、大化けする可能性もあるので、用意をしてお
きます。はい。そしてもう一つ、今日の任務で達成したわけじゃないんですが、普段のちょっと任務の方でね、達成しました桃の節句の任務も達成してありますので、こちらもゲットしていきたいと思います。はい。こちらもね、姿勢交番のカタパルト、そして、式、エンジン2つ、そして新型航空設計図の4ということでね、すごい悩まされるアイテムですよね。でも、今日はカタパルトにします。はい。姿勢交番カタパルト、ゲットです。昇格ネート、追加の、コンビの死とね、書かれたカタパルト、ゲットとなります。これで、またね、ひしもちが1個になっちゃうんで、また集め直さないといけないですね。はい。あとは、先ほどちょっと出てましたけど、新型航空設計図ですね。今4つ持ってましたので、今回は見送りましたけども、わからないですね。ここもいつ何時はめてくるかわからないので一応ね、取れる時には、別の機会に取っておきたいなと思いますけどね。エンジンもね、ちょっと今はね、なかなか活躍する場面が少なくなっちゃったんでね。ザーラ姉様大丈夫？ポーラ飲んでませんって。今は基地航空隊にもね、一応配備できるようになってはいるんでしょうけども、ではこっちかな、感情バグに気がつけなってるのかな。どこだっけ、戦闘機、これ搭載してるな、さては。これひどい。これはひどい。いや、クリアはしたんですけど、ほんとみんなね、頑張りましたね。もうね、無傷な子が一人もいないということでね、改めて、イタリア艦隊、幹部ですね、みんなありがとう。はい。ということで、今日の、出撃は以上となります。で、最初にお話ししました通り、最後ね、今日は何の日コーナーをやって締めさせてもらいたいと思いますので、ちょっとね、準備しますので、少々お待ちください。まだ終わらないよということでね、最後。また某 BGM をね、かけていきたいと思うんで、はい。こちらね。ルパン三世のね、いいね。ミュージックたくさんあるんですけど、これが一番最近はハマってますので、そうですね、ジェットはなぜか偵察機のカテゴリーだと思うんですけど、今ちょっと他のね、カンムスが搭載してたので、見送りました。すいません。また次回以降にしたいと思います。はい、あとはこちらの今日のですね。はい、では今日の何の日ですね。こちらになります。本日は、上野動物開園記念日3月20日となっております。こちらはね、もう今からもう100年以上前なんですよね。1882年、明治15年のこの日ですね、日本初の近代動物園として上野動物園が上野公園内に開園しました。当初はね、1ヘクタールあたりの広さに、牛さんね、水牛とかね、お猿さんとかワシなどが人気を集めていたそうです。入場料は平日で1銭、日曜日で2銭だったそうです。今ですとね、ジャイアントパンダ、そして、
スマトラトラ西ローランドゴリラ、まあトラとかねゴリラとかね、まあそういう希少動物を含めて500種類の動物が飼育されているそうです。この日は開園記念日にちなんで動物愛護デーとされております。この他に5月4日の緑の日とか1月1日は都民の日、入場料が無料になるそうです。そして、これはもうね、この、どこの動物園でもあると思うんですけど、小学生以下および都内在住の在学の中学生はいつでも無料ということでね。ただ子どもの日5月5日に関しては全ての中学生が無料になるそうなので、大変賑わうだろうと思われます。はい。つくさんおつすということでね、もう終わりが近づいてきてしまったので仕方ないですね。はい、あとね、上野動物園というのは当初はね、宮内庁の管轄だったそうなんですね。それが1924年大正13年に、皇太子、過去昭和天皇のねご成婚を記念して上野公園とともに動物園は東京市に、下賜されたということでね、その時に、上野恩賜公園動物園、と長い名前ですね。それからまた遡っていって、現在のね、管理体制になっているということですね。今日はね祝日ということもありますので、おそらく動物園は非常に混雑していたのかなと想像していますけど、なかなかねこの年になるとよっぽど、動物園に行くというのもハードル高いなと思っちゃうところではあるんですけども、もしね、たまにこう普段の日常とは違うところも、見れる動物園も行ってみたいなと今日この頃ですという感じで、今日は、上野動物園開園記念日3月20日をね紹介させていただきました。画像の方はパンダとかね、前々回かな、パンダの記念日だっていうことでね紹介させていただいた画像も含めさせてもらっております。はい、いやということでね、今日の最後まで配信できましたね、ちゃんとね予定通りできました。はい、本日も、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。いつもね最後の締めのような感じになっちゃうんですけどもね、そうですよね、さすがにね一人で行くのは難易度高ですからね、そこはこれは本当に私事になるんですけど、私には直接ちょっと、子供とかねいないんですけどね、兄弟でね、子供、私から見れば、甥とか姪とかねおりますので、その時に、連れて行ったりする時はあったりなかったりしますので、皆さんももしそういった機会がありましたら、こういう記念日もあれば無料とかね、多分自分らよりも知ってるんじゃないかな、他の人の方がね知ってて言ってて思い出すんじゃないかなっていうふうに思うんで、でも知らないよりは知ってた方がいいと思いますのでね、紹介させていただきました。いや皆さんお疲れ様でした。本当にね今日もありがとうございます。で次回は
イヤー任務の最後になります。工作艦明石護衛任務、こちらの方をやっていこうと思います。まだ次回配信日は決めてないのでまたね Twitter 等でご案内いたしますので、その時はねぜひまた来てください。また、いつも最後になりますけども、たもんまるです。艦隊コレクションのね配信をやらせてもらっております。これは本当に自分が好きでやってるものなので、ずっと続けていこうと思っておりますので、ぜひね、高評価およびチャンネル登録もお願いして、モチベーションを上げさせてください。お願いいたします。では、次回工作艦明石護衛任務でお会いしましょう。皆さんお疲れ様でした。それでは失礼いたします。じゃあね。